皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自民党総裁選に出馬している高市氏の発言に噛みついたひろゆきさんという方がおられます。この方はインターネット上で非常に多くの影響力を持つ人なのですが、しかし高市氏に対する批判を行いました。私自身は何かの問題発言があってそれを批判するという行動、それ自体は別に悪いことだとは思っていません。正しい批判や建設的な批判というものは必ずあるからです。しかし今回ご紹介する話というのは、批判している側のひろゆきさんの方が明らかに知識がないなということが透けて見えるような発言であり、いわゆる不当な批判にあたるものです。一体どのような批判を行っているかをご紹介するとともに、このような不当な批判というものはもっともっと多くの人たちが知って、ひろゆきさん自身が批判の対象にならなければならないのではないか、私はそのように思っています。では今回ご紹介する話なのですが、敵基地を攻撃する能力を持つべきかどうか、そこが一つ議論の的となります。高市さんは、敵国において日本を攻撃しようとする意図が見える、そのような行動が実際に起こり始めたぞといった時に、日本ではそれをどう受けるか、敵がもう日本を攻撃するのが確定的なような状況であれば、敵が実際に行動を起こす前に、ある程度その行動というものを抑止する能力を日本が持つべきだということをお話ししています。この話の一体どこに批判すべきポイントがあったのか、その点についての話は動画の後半で行っていきますので、まずはひろゆきさんが一体どのような不当な批判をしているか、そこのポイントから見ていきましょう。高市氏、敵基地無力化に電磁波や衛星。自民党総裁選に出馬表明した高市氏は10日のテレビ番組で、弾道ミサイルを相手国領域内で阻止する敵基地攻撃能力の保有をめぐり、敵基地を一刻も早く無力化した方が勝ちだ。使えるツールは電磁波や衛星ということになると述べた。同時に、向こうから発射の兆候が見えた場合だ。こちらから仕掛けたらダメだと強調。その上で、強い電磁波など、いろいろな方法で、まず相手の基地を無力化する。一歩遅れたら、日本は悲惨なことになるとも語った。この高市氏の発言を馬鹿にしているのがひろゆきさんです。ひろゆきが電磁波兵器推奨の高市氏をチクり、中学生以下の知識、日本人に被害。自民党総裁選に出馬する高市氏が電磁波兵器保有に前のめりだ。記事ではこの後、先ほど紹介した高市氏の発言を紹介しています。そしてこれに対する反応といったものを紹介しています。斬新な電磁波を使った自衛手段にネットは沸騰。SF 映画の世界、本当に可能なのか。実現できたらすごいと様々な声が飛んでいる。そんな中、別角度から持論を展開したのが実業家のひろゆき氏だ。11日までにツイッターを更新し、電磁波は発生させた場所が一番大きな被害を受けます。日本国内で電磁波を発生させると、被害を受けるのは日本人です。敵地に電磁波を発生させる機械を持ち込んで、高圧電源をつなげるおつもりですかねと指摘した。さらに、漫画好きの中学生以下の知識と、高市氏をやんわりディス。電磁波問題は今後も議論を呼びそうだ。こちらがその時の発言です。記事で書かれている通り、高市氏の発言を非常に否定的な見方をしています。ひろゆき氏は Twitter のフォロワーが130万人、YouTube のチャンネル登録者数も124万人と、その影響力というものを決して無視できるような規模ではありません。ひろゆきさんの発言を皆さんにご紹介しましたが、最後には中学生以下の知識だといったようなかなり馬鹿にしたような発言なわけですが、私はその馬鹿にしているひろゆきさんの方がおそらく軍事的な知識は中学生以下なのではないかなと感じています。まず第一に、電磁波といったものを使った兵器についての解説を行っていきましょう。電磁波を使った相手国に対する無力化攻撃といったものとして最も有名なのが EMP 兵器です。EMP 兵器と聞くと、なんだそれ空想上のものでしょと思われる方がいるかもしれませんが、全くの間違いです。EMP 兵器は現在においてもすでに実用化されています。ではなぜそのような認識を持てないかといえば、EMP 兵器が他の名前ですでに実戦配備されているからです。それは核兵器です。核兵器というのはそれこそ第二次世界大戦時において広島長崎で実際に使用されたことからもわかるように、もうすでに前世紀に開発されたものです。しかし現在の我々は核兵器イコール EMP 兵器だという認識はありません。なぜならば実際に使用してその爆発や衝撃の威力というものが非常に強いということを多くの人が知っており、核兵器イコール殺傷兵器としての認識が強いからです。
一方において EMP 兵器というのはそうした爆発や衝撃といったものを武器にするのではなく、高度40キロ以上の高高度において爆発させ、電磁パルスを発生させることによって電子機器を破壊することにその使用目的があります。ですから核兵器が持っている国であれば EMP 兵器としての転用というものができるわけです。この話を聞いた時にまた一つの勘違いが生まれます。それは核兵器を使うことによって EMP 兵器っていうのが実現できるんだなということを最初に思い込んでしまうと、それ以外については考えが至らないという点です。というのもこの EMP 兵器というのは核兵器によって実現するもの以外にも当然あるからです。それは EMP 弾と呼ばれるようなもので核兵器による爆発といったものを伴いません。ですから通常兵器としての EMP 弾というものも存在するのです。そして当然のように日本は核兵器を持っていませんから、核兵器を伴わない通常兵器としての EMP 弾を開発、そして配備しようという考え方が高石さんの考えなわけです。では EMP が一体どのような攻撃であるか、そこについても基礎知識を抑えましょう。核兵器が爆発や衝撃を主とした人を殺す兵器であるならば EMP というものはそうした直接的な被害を及ぼすのではなく電子機器を破壊するものです。現代では電子機器というものが生活のあらゆる面で浸透していますから、これらが全て破壊されると工業、商業、そして実際の人々の生活そのものを破壊することにつながります。核兵器による EMP 兵器というものはその有効範囲内が数百キロといったものですので、細かな誘導といったものは必要ありません。例えば東京大阪間の距離というのはざっくり言って500キロですから、核兵器を使った EMP 爆弾を使えばその有効範囲内が直径1000キロ程度ということを考えれば大体の狙いをつけて撃ち込めば日本の中枢というものを麻痺させることができます。そして日本の直近の核兵器を持っている国で一番危険視されているのが北朝鮮です。すでに北朝鮮は大陸間弾道弾を実用化させることができましたし、またそれ以前にも核兵器をすでに保有しています。ですからこの組み合わせでもって日本に撃ち込んで爆発させれば EMP 攻撃というものを実現することができるわけです。すでに北朝鮮におけるこの EMP 兵器への転用についてはロシア側からの機密情報を転用することができた、つまり実用化することはもうできたと言われています。ですから決して空想上の話として日本が EMP 攻撃を受ける受けないといったわけではなく、実際に十分その可能性というものは存在するわけです。そしてこのことを考えるときに日本は専守防衛でいいのかといった問題へとつながります。例えば北朝鮮が日本に対する EMP 攻撃を仕掛けようとなったときにすでに道具は揃っているわけです。そしていざ攻撃しようと思ったときに別に高精度な誘導といったものも必要ないことも皆さんにお話ししました。核兵器による EMP 攻撃というのはざっくりとしたあたりに撃ち込むだけでも十分可能だからです。そこに出てくるのが敵基地攻撃論です。これは日本の場合だと専守防衛であり相手が攻撃したよというその実績をもってして対応する、そうした考え方です。しかし EMP 攻撃といったものが先ほども述べたように北朝鮮が核兵器を転用する形で行えばもうミサイルが飛んできてるぞとなれば日本へと数分で到達してしまうわけです。そのような状況でさあ撃ち落とそうというのは非常に危険な行動だと言えます。もしも撃ち漏らしてしまったらどうなってしまうでしょう。ですから敵地において日本を攻撃する準備が整い、そして実際に行動へと移ったぞとなった時にそれを敵地において抑え込んでしまおうという考え方が敵基地攻撃能力を持つかどうかという議論へとつながっていくわけです。その時に日本側が電磁波兵器を使う、つまり通常爆弾としての EMP 弾を撃ち込むというのも一つの選択肢なわけです。先ほどの解説ですでに核兵器を転用することで EMP 兵器といったものがありますよという話をしましたが、じゃあ核兵器を使わない EMP 弾は今あるのかといえばあります。ただしこれを保有しているのはアメリカとロシアであって日本は持っていません。ですから日本が通常兵器としての EMP 弾を持とうと思ったら研究開発が必要になります。そして研究開発をすることによって保有しようじゃないかというのが高石さんなわけです。通常兵器としての EMP 弾であれば日本は核兵器ではないのですから保有することができます。ですから研究開発をすることは非常に重要な意味があると私は思います。そして日本が持ちやすい理由というのもこの EMP 弾の特性にあります。EMP 弾はそれこそ非殺傷兵器に分類されるものです。何しろ電子機器を標的としていますが別に人間が死ぬよといったものではないわけです。そして通常兵器としての EMP 弾というのは
核兵器による EMP による攻撃よりもはるかにその有効範囲というものは小さいものです。米軍が持っている EMP 弾の場合だと、その有効範囲というものは数百メートルから数キロ以内といった具合にして、核兵器による EMP 弾のような数百キロ内を全てなどというようなものすごい有効範囲があるわけではありません。ですから日本が研究開発するのであれば非常に適切な兵器の一つだと言えるでしょう。本来であれば、批判するのであれば後者、もしも相手が日本を攻撃しようとしてくるときに、実際に攻撃する前にそれを抑える動きを OK とするかどうか、そここそが本来の議論の中心となるべきものです。以上のようにひろゆきさんはおそらくこうした EMP 兵器についての話といったものを知識としては持っていない状態で、高橋さんの発言というものをバカにしているのではないかなというのが私の見方です。この私の見方の方が正しいと思われる方、そしてひろゆきさんの発言というものが全く間違っているぞと思われる方は、ぜひともこの動画を拡散して、高橋さんの発言に対する不当な批判であることを多くの人に知ってもらえればなと思います。では、一番最初の話に戻って、高橋さんの発言に対する正当な批判としてはどのようなものがあるべきだったのか、その点について解説を最後に行っておきましょう。まず第一に、通常兵器としての EMP 弾はその効果といったものが核兵器による EMP とは全く異なるものですよという話をしました。そして北朝鮮を想定して話をしていくのですが、北朝鮮がもしも日本を攻撃するとなった時に用いられるのが弾道ミサイルなわけですが、この弾道ミサイルというのは基地にその発射台といったものが固定されているわけではありません。これは軍事パレードなどですでに公表されています。トレーラーに乗せたミサイルといったものがあり、このトレーラーは必要な時に姿を隠蔽するような場所、例えば森の中の空き地に止めてそこから撃ち込んできたり、もしくは普段は全く軍事的な色合いのないような農家の真ん中で発射をするかもしれません。つまりどこから発射するかというのはその移動先によってその時々によって変わるものです。ですから基地さえ抑えればいいという考え方ではありません。ポイントとして言えるのは、どこに移動するのかわからないのであるから、どこに移動してもその姿を把握する能力というものが日本に求められます。例えば日本の軍事衛星といったものをもっともっと増設して常時監視するような体制を構築するか、もしくは現地に諜報員を潜入させ、いつでも北朝鮮軍の動きといったものをつぶさに把握することができるようにするか、そういった選択肢といったものを検討しなければなりません。当然のように日本では本格的な諜報機関はありませんから、敵地に諜報員を送り込んだり、もしくは買収して北朝鮮軍の現役軍人を日本へと情報を送らせるといったことはかなり難しいでしょう。このあたりはそれこそ今の制度、仕組みそのものを改変しなければできないことです。そして偵察衛星を増設するにしても、こちらの方も予算と時間といったものをかけて構築していかなければなりませんが、こちらの方はどちらかというと予算さえ確保すればある程度実現できるものです。そして日本国内における論議の一つのポイントとしては、敵が日本を攻撃しようとしているときに日本の方からさあその動きを抑え込むこと、行動を許すかどうか、そこにこそ政治的な議論の中心があります。ただ日本を守ることを考えれば、通常兵器としての EMP 弾を開発すべきだというのは私の考えですし、日本を明らかに攻撃しようとしているそういった行動が見れるのであれば、それを抑え込むために日本の側からある程度の妨害攻撃といったものは必要ではないかなと私は思います。あなたはこの件に関してどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のご利用をお待ちしております。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。